こんにちは。今回は石膏の採石所、調査ミッションの解説です。シェンクラスのビートパフォーマーで行ってきました。それでは見ていきましょう。まず最初の場所はいきなり部屋にキーエネミーがいます。部屋の真ん中で適当に戦っても良いのですが、手前に引き寄せて通路側で戦った方が敵をまとめて倒しやすいです。大体定番の戦い方がこちらですね。部屋の真ん中で戦うよりもエネミーを一網打尽にしやすいです。ただ通路だと視界が狭いのがデメリットです。ギターのスキル構成は今回かなり適当です。というよりも基本的に居留以外の上級調査などのミッションの難易度が高いところ以外は得たスキルを持っていないスキルをセットしていて構わないですね。特にギターは新クラスでかぶりやすいため、バフ系スキルが腐りやすくなっているのが今の環境です。こちらのクイックインターバルのサプライヤーは、エネミーを殲滅してから触ると、クイックインターバルの効果を活かしやすいです。効果は20秒間スキルなどのインターバルを短縮します。おそらくウルトやビーマジンなども短縮されます。次の場所はキーエネミーが上側と下側にばらけています。先行した人は2つのエネミー集団を手前側に誘導して、皆で通路で戦うと、引き連れてきたエネミーと一緒に全て倒せます。ただ引き連れてるエネミーにナッポがいるので、先行した人以外はナッポに攻撃している方が安全かも。ナッポ化や睡眠など非常に厄介な状態異常を付与してきます。状態異常になった場合は弓のリフレッシュエリアアルファで解除してもらうくらいしか対策がないですね。ここから次のバトルエリアまで時間があるので、ミッション情報などについて解説しますね。まずこちらのミッションは、レベル62。バトルスコア5510以上が突入条件です。レベル進歩は67です。ボス戦がそこそこ時間がかかりやすい感じのミッションです。道中の長さは、他のミッションと比べても平均くらいだと思います。制限時間が30分ですのでまず失敗することはないです。ソロや3人スタートでも簡単にクリアできる部類です。ドロップ報酬はいいイマジンがレベル65のものが落ちます。武器はレベル60氷武器でバフアリア特攻持ちです。こちらの武器が今回同時実装された上級カルトゥームの特攻武器枠といったところですね。上級カルトゥームの周回に効率を求めるなら、まずこちらのミッションを周回することになります。バフアリア特攻とアビリティプラグのスロット4枠を出すまでそれなりの周回数が必要になります。次のバトルエリアまで来ましたね。こちらでは先行した人が最後の部屋のエネミーを手前に誘導して、また通路側で戦うとまとめてエネミーを倒せます。今回のミッションはエネミーの弱点属性がかなりばらけているため、適性のある武器は特にないです。強化されていてレベル60以上のものなら何でも良さそうです。あえて上げるならレベル60非武器のフロート特攻持ちが良さそうです。上級巨頭でドロップする武器ですね。現状だと時間帯で人がいなくて、ミッション周回が厳しそうなのが悲しいですね。初心者の人などは上級巨竜のレベル50非武器で妥協しても良いかも。上級巨竜は唯一常にベータスキルのために周回されているので、武器の限界突破もプラス5までしやすく、プラグスロットも4つのものを出るまで周回しやすいです。と話していたらもうボス部屋です。こちらは3ウェーブ戦う必要があります。最初にいるエネミーを倒して2回目の空きで、ボスが2体登場します。ボス戦やミッション通してランドホーク系の飛行エネミーが多いです。そのためグランド特攻武器は活かしづらいですね。ちなみにこの動画で装備している武器はレベル70雷武器のグランド特攻です。シェンクラスなので武器が充実していなくて妥協して武器を装備してます。本当なら上級巨頭を周回したいんですが、なかなか人がいなくて半ば諦め気味です。これで1ウェーブ目が終わりましたね。次もボスじゃない通常エネミーが起きます。2ウェーブ目を倒すと最後にボスが起きます。ビートパフォーマーは基本的にボス戦でハイスピリット状態やアルトを使う戦い方が良いです。途中で使うとボス戦までにたまらない場合もありますので、温存するのが良さそうです。ハイスピリット状態はゲージが全て溜まって、今のように右端が光っている状態で、通常攻撃を長押しすることで発動できます。ハイスピリット状態中は各種攻撃やバフ効果などが強化されるためここぞという画面で使いたいです。結局はボス戦の時だけ使うみたいな感じですね。これで2ウェーブ目も終わったので、最後のボスウェーブです。ボスは見た目が茶色のシックの大足と、見た目が白と紫のクイーンマスクモスです。シックの大足が闇弱点、光耐性持ち、クイーンマスクモスが光弱点、
氷耐性持ちです。弱点属性を狙うのが難しいですね。バースト狙いで火吹きますくらいですが、最近のアートで土と氷など非属性以外がかなり強化されたので、モードの属性でバーストさせても大丈夫です。属性蓄積は属性がばらけていても特に問題はありません。ただ属性耐性や関連の属性バフデバフなどが影響します。弓矢杖の人の耐性デバフ、各クラス通常攻撃上派生の属性デバフなど、これら属性デバフ等を活用していきましょう。と話していたら属性バーストができましたね。今回は来たが私一人なのでかなり早いタイムです。といったところで今回の動画は以上です。皆さんはこのミッションでどんな武器を装備していますか？またご感想などもコメントでぜひ教えてくださいね。チャンネル登録まだの方はよろしくです。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。